はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月、5月、6月と3ヶ月分まとめた解説動画になるんですが、実はこの4月、5月、6月ってとっても素晴らしい上昇気流の運勢があるんですね。それを皆さんがどんな風に活かせるのか、活かしやすいのか、各星座解説していきたいと思います。でまたタロットも3ヶ月でどのような動きがあるのか、星っていうのは天気予報なので、この天気予報の中でどんなことに気をつけたらいいのかという心の持ち方も見ていきます。そして最後にオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。まず全体の星の動き、星の流れなんですけども、この4月っていうのは星の動きこちらなんですが、まず4月9日に皆既日食があります。これはお羊座で起こる皆既日食でして、ものすごくパワフルなんです。日食って普通で言ってもなんとなく体調があんまり優れないなって思う方も多いんですけど、それなぜかっていうと、それだけ何か見えないエネルギーがすごく動いている、新しい始まりになろうとしているっていう時なので、敏感な方っていうのはそういうのを無意識にキャッチして、なんとなく体が今変わろうとしているとか、意識が変わろうとしているってこともあると思います。でこれはもう3月の20日以降少し感じ始めている方もいると思うんですけれども、やはりスタートっていうのは4月9日がすごく適してるんですね。ですのでおそらく3月の20日から4月9日までの間に何かしら心の準備ができたりして、よしじゃあやるぞって言って進んでいくのが4月だと思います。ちょうどね、年度も変わっていろんな状況の中でやっていきたいっていう気持ちがムクムクと湧いてくるような時だと思いますね。でもう一つ、この4月の大きな星の動きとして、4月21日に木星と天王星のコンジャンクションというエネルギーがありまして、木星というのは占星術ではとっても好まれている発展や拡大を示す基地星って言われているものなんですね。私たちの何かやりたいことがどんどん発展していくとか、気持ちも楽観的になっていくとか、広がっていく、拡大していくっていうエネルギーと、あと天王星というのはオリジナルな能力を開発していくとか発展していく、特にそれが既存のものから新しいものに進化していくよっていう惑星なんですね。なので何か今までの自分の古い癖や当たり前だと思っていたことっていうものを超えて新しく発展していくよっていうエネルギーがすごくあるんです。でこれがまず皆さんの感覚の中で起きてくると思います。で感覚っていうのは、五感ですよね。自分が当たり前だと思っているこの五感の中で、もしかしたらこれは可能なのかもしれないっていう、自分の中の決まりきった考えではなく、可能性というものをもっと開いていこうみたいな形になるし、実際それを宇宙は応援してくれてるっていう時なので、それが各星座によってどの方向で応援されてるかっていうのが違うので、それちょっと後ほどね説明させていただきます。ただものすごくこれはブレイクスルーできそうなエネルギーなので、とてもいいんですね。そしてさらに次5月なんですが、5月はもう5月1日から火星もお羊座に入ってくるということで、より一層スタートのエネルギーをものすごく後ろから押されているような形になります。5月の中旬っていうのももう本当に豊かなお祭りみたいな感じのエネルギーでして、とっても強い勢いのある流れだと思っておいてください。中にはもうそれがわーっと舞い上がってるとか、もう上昇気流があるみたいな、もうすごく波が来てるっていう感じのエネルギーなんですね。で波っていうのは本当にそれだけ大きな波っていうのは、何もせずに飲まれてしまうとわーって自分がその中でぐるぐる回ってしまうみたいな感じがあるんですけど、自分がそれを意識して使いこなすぞっていうふうに意識することによって、ものすごい自分の力っていうものをその運勢によって押し上げてもらえるみたいなのもあるので、これはぜひね皆さんにね活用していただきたいんですね。この5月の動きっていうのが2024年の大きな転機になりますので、これぜひ自分の可能性を信じていい風に使ってください。でさらに5月の26日から木星というね発展拡大のエネルギーが今度は双子座に入るということで、さらに流動的になる、動きが速くなる、コミュニケーションが活発になるっていう流れが起きてくると思います。
もうこれがもう5月の20日以降太陽がもう双子座に入ったあたり、もしくは5月24日以降、金星も双子座に入ったあたりからもうさらに流れが早いんですけど、とにかく5月っていうのはもう出だしから勢いが強い。そして中旬ぐらいっていうのはわーっと盛り上がって、さらに盛り上がったところから必要なところになんかエネルギーが流れていくっていう感じがあります。そして6月っていうのはこの5月に起きた流れを、どのように動かしていくか、どのように人と関わっていくかということで、コミュニケーションがとっても活性化するなっていう感じです。でこれは特に人との関係、関われば関わるほど得られるものがある、そこで感じるものがあるっていう風になると思いますし、もし人付き合い苦手ですっていう方も自分の中で思考がすごく広がっていく、勉強が進むとか学びを吸収できるということもありますし、ビジネスも流れ始めるっていうこともありますので、6月は本当に豊かだと思います。特に6月の6日が双子座で起こる新月なんですけれども、この新月ってね、普通新月って太陽と月がひっついてるっていう日なんですが、それだけじゃなくて金星という喜びや社交性や愛情っていうのもぴったりこの時ひっついていて、おそらく皆さんの4月5月っていうのを過ごした後に何かしら自分の殻を破って出てきたもの、可能性っていうものが本当に手応えを感じて、嬉しいとか楽しいとか、とにかく喜びを感じてるんじゃないかなって思います。何かしらいい自分の進歩っていうものを感じて喜んでるっていうのが6月の全体的な流れかなと思います。すごくいいことばっかり言ってるように聞こえると思うんですけども、これがエネルギーをプラスに生かした時の形ですね。でもしご自身が今本当に動けないんだっていう状態だったりとか、ちょっと気持ち的にそこまでついていけませんっていうような状態であれば、周りがすごく早く感じたり、ものすごく強いエネルギーの中にいるんだと思ったら、そこに飲まれないように自分自身をしっかり保つっていう方法もありですから、その辺はですね、各星座細かく見ていきたいと思います。あともう一つですね、やはりこの動きが速くなる時っていうのは、もし何か問題があったとしても、その問題にずっととどまっておくということではなくて、何か流動的に動くことによって解決が見えてくるとか、違う進展になっていくということもあるので、とにかく6月以降は動きが速いんだと、流れているんだっていうことをご理解いただければ、いかようにでも皆さんの状況に合わせて活かせると思います。はい、ということでここから各星座よろしくお願いします。はい、ではここから大牛座さんのタロット3ヶ月を見ていきたいと思います。お願いします。星の補足も一緒にしていきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。3ヶ月です。まとめてです。ワンドエース、ソード7逆、ソード10、ペンタクス9の逆、そしてワンドページ逆、ソードページ、で忍者、気をつけることや対策はソードのキング逆と吊るし人の逆とオラクルはちゃんとカップのナイトです。とってもやっぱり人間関係が豊かですね。これは3ヶ月分まとめてなんですが、このね豊かなこのエネルギーの時に何において一番の恩恵があるかというと、人らしいです。人間関係、人から与えられるもの、受け取るものっていうものが多いよっていうことなんです。それとさっき混ぜてる時にすごく感じたんですけれども、もっと自分の可能性を信じてって感じがしました。まだまだ眠ってるっていうか、まだ自分で自分のことを信じてないみたいな、疑ってるっていうのがあるので、もっと信じて、例えばいやそんなできてないのにできてるって思い込んだら痛いじゃないですかって思う方がいらっしゃるかもしれないんですけど、今この3ヶ月だけはそれぐらい自分の能力ってすごいんだとか、もっとできるみたいな自分の能力を信じることによってさらに開かれるっていうのがあるので、まずできないんじゃないかなとかではなく、いやきっとできるはずだみたいな、今この時期にこのタイミングでできることができるはずだっていう感じでいてください。そしてですね、ちょっと星の補足もなんですが、この4月っていうのはまだ大志座の皆さんっていうのは少しお誕生日前でまだねそぎ落としていくっていうタイミングの時なので、なんとなく力を発揮しにくいなとか、本領発揮できないなとか、なんとなく自分が
本来やりたいことじゃないことで手が取られてるなとか、未来に対して希望はあるけどそれをやるにはもっと努力しなきゃいけないんだみたいな、そういった感覚の方もいらっしゃるかもしれませんが、冒頭でお伝えしたように、やはり日食のエネルギーの前ってすごく実は感じやすいんですね、いろんなものを。ですので少し自分らしくないなとか、なかなか、何かが変だぞって思ってらっしゃる方は、もうそれで十分無意識に星の流れ感じてるんだなと思っておいてください。ただね、お星座の皆さんっていうのはやっぱり4月のこの発展と自分の枠を超えていくっていうエネルギーが自分自身に起こるっていうすごくいいタイミングで、まさしくその今年のお牛座さんっていうのはもうなんていうかな、すごく強い改革のタイミングですよね。なのでそれを一番感じるのがもうこの4月5月だと思っておいてくださいね。4月の末から5月の誕生日あたりっていうのが一番強いと思います。ですので何か本当にカペラノートにも書いたんですけど、自分史上初めてのことが起きるっていう感じがします。そしてカードで見てもやるぞみたいなすごいエネルギーありますね。いいですね。だけど少し他者のことを気にしたり状況のことを気にしてる。自分はそうしたいんだけど今ここで自分がそれをすることで周りには迷惑かけないだろうかとか、他の人はどう思うだろうかみたいな、そういったちょっと気遣いがあるなっていう感じはあります。そしてそうね、ちょっとこの壁を越えていくためにはちょっと無理しなきゃいけないとか、ちょっと身内に言いにくいことを言わなくちゃいけないとか、今まで親しく一緒にやってきた人にも何か言わなきゃいけないとかいうこともあるかもしれませんが、今これみんないろんな方面においてこう改革を促されているっていうタイミングなので、みんな同時に進化が起こると思っておいてください。ですから誰かが心配して何かを言ってくれたとしても、大丈夫だよって、ありがとうって、頑張るからねって言って頑張って自分が超えることによって、その影響っていうのはその相手にも通じるみたいな、相手も感化されてうまくいくみたいな相乗効果でみんながいきますので、変わっていくので、お牛座の皆さんは本当に今自分にものすごい応援のエネルギーが来てると、自分にはもっともっと自分で自分の感覚を認めてみようっていう風な感覚でいてください。そしてなんとなくまだこの4月っていうのはチャンスがありそうでベールに包まれているみたいな、そのチャンスをビリッと破って掴むかっていうとそうはしないみたいな感じがあるので、様子を見てるなって感じですね。ちょっと見てみよう。慎重になってるなっていう感じです。ただね、この3ヶ月で何を自分が手にしたいのかっていうのは全然思っていただいて全然悪くないし、そう願うことも何ら悪くはないので、この3ヶ月で何を自分が得たいかっていうのはしっかりと感じておいてくださいね。ただそれをするには、いや難しいのよとか、いやこうじゃないとっていう条件付けはなしで、ただどうしたいかっていうところを思っておいてください。なんか地道に自分ができることを一つずつやっていこうっていう感じがあり、なんか若い人とか、子供だったり若い人だったり部下だったりっていう人たちと接する機会があるのかなって感じがしますね。この4月はね、どうしてもなんか自分がこうするっていうなんかリーダーシップを発揮してやっていくというよりは状況に合わせてやっていきやすい時なので、それはそれで確かに仕方ないなっていう感じはあります。ただこの2カードで出したのが、まるで自分がそのことを何かねやりたいことがあった時にそれをやることを許可されてないんじゃないかとか、反対を受けてるんじゃないかっていうことを現実以上に感じてるっていう感じがするので、だからこそ自分がすごく慎重になってるって感じがするんですね。でもそれは4月はいいですよ。まだ4月はいいただ4月の21日っていうのは何かがきっかけで自分の中に気づきが起こり、やっぱりそうだよねとか、やっぱりこっちだよねとか、何かそういうのって感じると思うので、この4月の後半の自分の感覚、どんなヒントが来てるのかっていうのはアンテナを張っておいてくださいねそして5月なんですが、5月の5月は基本バイタリティがあります。みんな結構そのバイタリティ上がるんですけど、お牛座の皆さんっていうのはもう誕生日をね、もう4月の後半に20日以降誕生日迎える方も出てきて、さらにぐんぐんと暖かくなる、気候が暖かくなるにつれてお牛座の皆さんの運気も上がってくるって感じです。そしてこの運気っていうのはいろんな使い方があるんですけど、とにかく強い。
お牛座の皆さんにとってはとにかく強いチャンスが来るって思っておいてください。でこの強いチャンスを自分がこう遠慮しちゃってそんなのもらえないってなったらもったいないじゃないですか。なので自分が欲しいもの、自分に必要なものが来ると思ってお過ごしくださいね。で実際にこの時のエネルギーっていうのは自分が一馬力だったとしても周りのサポートがいる天候も応援してくれる、運勢も押してくれるってなると環境的にも、サポートがあってすごくいいものを生み出せそうな時なんですね。ですのでそこで大事なのは自分の思いと意図だけなのでどうしたいかなっていうのは強く思っててほしいなと思います。本当に豊かですよ。ものすごく豊かなのにですよ、カードで見るとそれを疑っているとか本当は他者から認められてないんじゃないかみたいにすごく自分の心の中で自分を疑ってるっていう感じがあるので、よく言うと謙虚だなっていう感じですかね。悪く言うとそんなに自分を卑下しないでくださいみたいな時です。とにかく強い光が当たってますので5月はもしこの時に自分のダメなとこばっかり目がいくとか自分にはそんなことできないって思ってるってことはそれだけ自分の自己認識っていうのは低いんだなっていうふうに自覚してください。そして低かろうが高かろうが実は関係ないんですね。うちはその中での豊かさを感じてもらおうと動きますので、なのでぜひ6月に向けて自分の中で誇れるものだったり自分はこれが好きなんだっていうその自分のいいとこを本当にしっかりと自覚しておいてくださいね。ちょっと5月見ていきます。なるほどなるほど。やはり慎重ですね。すごいチャンスいっぱいあるんだけどいや私は一つしかできないとかこれだけしかできないんだっていう形で何か他のものを諦めようとしてるっていう感じがあります。でゆっくり温めていきたいの、自分のペースでちゃんとやっていきたいんだっていう思いがありますね。それはそれでとてもいいと思いますよ。でもカードはやっぱり今まで大事にしていたものと、これから大事にしていくものって変わってきますよっていうふうにあって、今までは他者のためにいろいろ動いていたものから本当の自分の価値っていうものを根付かせていくように変わっていきますので、自分が本当に大事にしたい感覚は何なのかっていうのをしっかりご自身がねキャッチしておけばいいなと思いました。そして6月は豊かですこれも5月の豊かさと種類が違うっていう感じなんですよね。5月の豊かさっていうのは本当にパーッと晴れやかな上昇気流のエネルギーがあるっていう感じなので見てて楽しいんですよね。自分も楽しいだろうし他を見てても楽しいだろうし、ただその中で自分だけなんかそこに行ってないんじゃないかって思うかもしれないけど十分乗っていってますので、特にどんな道が開かれてるかっていうとおそらく生き方そのものっていうものが変わるような流れなんですね。で特に今年の、2月ぐらいからでも社会とか環境っていうものが変化している方も多いと思うんですが、この5月6月の流れもう早かったら4月末から4月末5月6月の流れで自分の環境や仕事に対して大きく扉が開くっていうのがあるので、仕事をしていく上で自分がどんな自分を自覚しているか誇りを持っているかっていうのもとっても大事です。未経験だろうと全然関係ないです。ものすごく応援されてるからね。ちょっと6月見てみますね。6月はねすごくベタな言い方すると稼げるなっていう時なんですよね。すごく流動的に動く世の中も流動的に動き始めるし、お家の皆さんっていうのは自分の感覚を使って五感を使ってそれを流していくっていうのができるので、お金も増やしていける、お金を貯めていける、これで仕事になるみたいな形で仕事やお金価値っていうものの扉がすごく光ってるなって感じがします。ただやっぱりここでもソードの4が出ていてちょっと休みたいのかなとかね、あまりにも世話しなさすぎてちょっとゆっくりしたいみたいな感じもありますね。でちょっとゆっくりしたいっていう中にその自分だけの密かな喜びっていうのが本当に隠れてるんですよね。なんとなく感じるんですけど慎重に行こうとか失敗しないように行こうって言って進んではいるし、あんまりおごらないようにしようみたいなね、自分自身ももうちょっと謙虚に保とうっていう思いあるんだけど、その奥の方に
なんだかちょっとすごく楽しみにしてることがあるみたいな喜びがあるっていうのがあって、その喜びあんまり出しちゃいけないんだ、あんまり求めちゃいけないんだって思ってるんですけど、いやいやありますよね、根っこの方にありますよねっていうのがあるので、もう少しそれは自分で自覚してもうちょっと表面に出していってもいいんじゃないかなっていう感じがしますよ。ちょっとオブラートが強い感じがします。そして対策なんですけども、やっぱりここでね、ご自身が思ってるような動きができてないと、自分で自分を否定はしないでようにしてください。自己ジャッジしないようにしてくださいね。ちょっと話余談に感じるかもしれないんですけど、例えば英語を勉強している方がペラペラに喋りたいって言って、英語をペラペラ喋りたいって言って、でもいつまでも喋れないって言うけれども、ちょっと待ってくださいって、日本語でもペラペラ喋れてますかって言ったら、人によっては、もしくは話の内容によっては言葉に詰まったり、ちょっと言葉が出てこないとか、思うようにその表現できないとかって日本語でもあるじゃないですか。なので何もペラペラと自分が思ってることを全部スラスラ言えることだけがペラペラじゃないっていうね、たどたどしくても自分の言葉で話せてるっていうことがコミュニケーション取れてるよっていうことなのに、それをなんかペラペラ喋ってる、何の滞りもなく素直に喋れてることがいいことだと思ってると、いつまでたってもそこに到達しないっていうのと同じように、なんだかこの3ヶ月でお医者の皆さんが目指しているところっていうのが、ものすごく傷一つない状態みたいなものを目指しているとしたら、それに対していや全然できてないっていうふうに自分で思いがちだったり、それをするに、理想はあるけどそれをするにはすごく難しいし、今の自分には無理なのよみたいな感じで、勝手にその自分で自分を精査してっていうのかな、なんか動けない、ダメなんだって言ってるんだけど、いやその状態で十分できるんですよ、その状態で十分喜び感じられるんですよっていうのを宇宙から手この手でいろいろ言ってきてるっていう感じですかね。そしてこの3ヶ月で一番言われてるのは、喜んでねって、楽しんでねって、人から優しさいっぱい来るからふんだんに受け取ってねと。そして自分でも流動的にもらうだけじゃなくて能動的に動いていってねっていうのがメッセージだと思いました。6月に入ったらね、お誕生日じゃない、さらに6月のその喜びっていうものがあるので、その喜びっていうのはおそらく、自分は間違ってなかったとか、これでいいんだっていう安心感としてお医者の皆さんは来ると思うんですね。その感覚を今後の人生にずっと使っていくってことですから、ぜひ楽しんでください。ちょっと最後にね、オラクルカード見てみましょう。本当謙虚だなって感じですね。もちろんこういう時にバーンって言って失敗したら嫌だからっていうのもあると思うんですけど、そんなにね心配しなくても、この流れはもっとなんていうのかな、軽やかで楽しいものですけどね。ちょっとこれかな。はい、このカードどう思いますか？皆さんもぜひこのカードを見て感じることを感じてみてください。それもメッセージなので、これやっぱり表面の水面下っていうカードですけれどもね、氷山の一角みたいな表面的に見えてるけど、その下の方にはもっと大きな氷があるっていうことで、今見えてる可能性っていうのは本当に氷山の一角で、その下にはもっと大きな可能性がある、もっと大きな自分の能力才能っていうのは眠ってるんだよっていう、ヒドゥントゥルースっていうことでね、真実が隠れてるよっていう感じで、さっきのカードもなんか隠れてるなって感じがあったんですけど、まだね発見してない自分の能力や喜びっていうのはたくさんあるので、それをまず信じてこの3ヶ月やりきってください。はい、またね単発のっていうか2週間ごとの動画もアップしていきますが、この3ヶ月のテーマはこれかと思って、とにかく自分に自信を持つというか、自分を信じるという形でやってみてください。ということで今回も最後までありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。